意外といろいろしてますね、奥さんに対して。まあいろいろそうですね。何やってるっけ？G 級ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。堀口教授です。10エッセンシャルズ、自分にとってなくてはならない10のアイテムを紹介していきます。それでは行ってみましょう。最初のアイテムはオープンフィンガーグローブです。どこ行っても旅行に行っても練習できるように常に自分のバッグの中に入ってて、もう18の時にキットさんのそのジムに行ってオープンフィンガーグローブつけて、その時に、こんな薄いんだ、これ普通にすぐ倒れちゃうんじゃないのっていうのが、最初の印象でしたね。試合でもらった時はやっぱり痛いというよりは記憶が飛びますよね。だから感覚はないです。パンチを相手に当てた時に結構倒れるパンチってあんまり感触がないんですよね。スコーンとか打ち抜いて、なんていうんですかね、軽いんですよ。そうですね、印象に残ってる KO は、やっぱりライジンのグランプリの時に決勝でやった石渡選手とやった時に結構自分が攻めてるんですけど、パウンドで何回も多分意識は飛んでるって言ってたんですけど、何回も起き上がってくるんですよ。それでなかなか試合が止めてもらえず、2ラウンド目まで行ってしまって、でその後にカウンターでしっかり KO を取れて勝てたっていう試合ですね。続いてのアイテムは釣りです。小さい頃からずっと釣りやってて、ブラックバス用の釣りのルアーなんですけど、自分トップが好きで水面にこう浮くんですけど、これそれでガチャ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 音を出して下からこうブラックバスがバチャーンと出てくるんですよ。それが好きで常に持ってますね、このルアーは。こっちはものでバイブレーションって言ってすごい重くて遠くに飛んで自分のこう探りたい水深のところをこう探れるんですけど、これも好きで、日本でブラックバス釣りは釣れないっていうイメージなんですけど、自分フロリダに住んでるんで結構しょっちゅう釣れます格闘技と似てて、こういう動かし方やったらこう来るだろうなっていう、相手の誘い方だったりとか駆け引きがで、そういうところがとても楽しいですね。はい、続いてのアイテムはキャップです。ニューエラさんがスポンサーについてくれて大量に送ってくれるので自分は毎日のように被ってます。自分この形が一番好きで、この網網が好きで蒸れないんですよね。バリエーションがすごいあるんで、その日の気分によって変えますね。釣りの時はやっぱ日差しの位置でもうこのキャップのこのつばの位置を変えるんで、こういう風に日差しがこっちから来てればこうだし、ここをどんどん変えていくってこういうね、こういう感じです。はい、基本的に自分帽子あんまり似合わなかったんですよね。頭がでかいんで。でもその釣りの時にその機能性を知ってかぶっていくうちに何なんですかね、だんだん似合ってくるようになるっていうか、そういうイメージになってくるのかわかんないですけど、今はもう本当にファッションアイテムとして使ってますね。帽子がないとなんか足りないなみたいな。続いてのアイテムはサングラスです。自然の光を見たいタイプなので、あんまりサングラスとか好きじゃなかったんですよ。フロリダに行ってから日差しが強かったり、一番は走ってる時に自分結構1時間ぐらい外走るんですよ。その時にもう目が充血しちゃって、これもうかけないとダメだなと思ってからサングラスつけ始めましたね。釣り用だと曇ってる時とか晴れてる時用もあるし、いろいろあるんです、種類が。釣り用の方が持ってますねキッドさんはねすごいファッションとかでサングラス使ってたんですけど、自分がちょっとファッションで使ってみたらあまり似合わなかったので、自分はその紫外線をカットするとして使ってますね。はい、キッドさんも結構帽子かぶってたりしたので、そういうとこは結構真似してますね。ファイトスタイルに憧れて入ったんで、普通にその YouTube とかで昔のキッドさんの試合とか見たりして、やっぱり当て感だったりとか、なんでここでパンチが当たるんだろうとか見て学んでますね。続いてのアイテムは
ロレックスです。去年のペティス戦の後に買いましたね。初めてのロレックスです。きっかけはそうですね、自分高価なものとか服とかに気を使わないので、一つだけでもこういうアクセサリーとか、つけたいなと思ってたんですよ。その時計欲しいって思う前に。ネックレスも違うし、指輪とかもちょっと違うなと思って探してた時に、時計を見て、時計なら時間も確認できるし、すごいいいんじゃないかなと思って時計にしましたね。ご褒美とかではないんですけど、自分はそういうのあんまり好きじゃないんで、買ったから自分にご褒美とかじゃなくて、欲しかったから買ったっていう。この試合勝ったらこれ買おうとかは考えたことないですね。そこを関連づけてないですね。なんか物に執着してないし、その試合も試合でなんていうんですか、特別に思ってないんで、強いて言えばこのロレックスは初めてのロレックスなんですよ。だからそれは嬉しかったなっていう。その試合とかはないですね。特別感がないっていうか、もう日常です。変わらない練習と同じっていう風に自分は思ってるんで、だから別に緊張もしないしっていう感じですね。続いてのアイテムはワンパンマンです。埼玉っていう主人公なんですけど、こいつがめっちゃ強いんですよ。そこが面白くて一番好きな漫画ですね、今のところ。はい。この埼玉っていうやつもヒーローなんですけど、他のヒーローもいて、でその他のヒーローめちゃめちゃ弱いんですよ。結構敵とかにすぐやられちゃうんですけど、埼玉出てきてバーンで一発で倒しちゃうんで、それだけだとあんまり面白みがないじゃないですか。そこに行くまでにすごいギャグとかがあって、なんていうんですか、このヒーローものだけどお笑い要素もすごい入ってて、そこが面白いですよ。このやる気なくて強いっていうのがちょっと憧れますね。格闘がある系の漫画が自分は好きですね。はい。ワンピースとかも好きですよ。ワンピースのカードゲームとかも集めてるんですけど、でももうこれは特別ですね。続いてのアイテムは梅干しです。若山水の紀州の梅をすごい好きで買って食べてますね。なんかあんまり蜂蜜とか使ってないんですよね。なのに甘いんですよ。そこがすごい好きで、アメリカにもわざわざ日本で買って持ってってます。大きいんですよね、一粒一粒が。やっぱ体動かしてるので塩分が足りなくなるので、この梅干しで塩分補給して、試合の時も減量明けはこの梅干しを食べてます。減量終わるまではなるべく1週間前から塩分を取らないようにするんですよ。でやっぱり減量後の水とか、初めて梅干し取った時とかはよだれの量がすごいんですよね。多分今まで感じたことないぐらいジュワーって出てきますね。うまいっすね、あの時は。はい。続いてのアイテムはこちらです。愛犬ロイの T シャツです。きっかけはそうですね、ロイ可愛いんでみんなに知ってほしいなと思って一番最初作って、これ第2弾目なんですけど、いろいろな方とコラボさせてもらったりして作ってもらったっていう形ですね。顔がもう本当子供みたいに可愛いんですよね。絶対誰かの足とかを枕にして寝てくるんですけど、そういうふてぶてしいところも可愛いし、たまにご飯あげるとうーって言うんですよ。近づく取ろうとすると、おい取るんじゃねえ俺の座みたいなのを、そういうのも可愛いなっていう。続いてのアイテムはマッサージガンです。腰痛持ちで結構お尻のところをマッサージすると結構治ったりするんですよ。で自分はこれを買って、お尻のところをすごいずっと自分でマッサージしてたら腰痛が本当なくなったので、すごいおすすめで、自分はずっとこれを持ち歩いてますね。これよりちっちゃいのを自分の奥さんが持ってるんですけど、ちっちゃいやつだとちょっとパワーが足りないんですよね。筋肉があるのかだからか分かんないですけど、だからこのサイズが自分はお気に入りですね。自分の親父も結構体悪くて、でいろいろ健康グッズとかいろいろ試したんですけど、なかなかいいのがなくて、あんまり大体の商品が効かない分かんないですよ、自分の体が効かなかったんで、はい、毎日ケアやってますね。ケアって言っても本当にお風呂に入
入ったりとかでちょっと長めにこう温まったりして、でこのマッサージガンで、悪いとこ張ってるところをこうほぐす。毎日やんないとやっぱ溜まっていっちゃうので。続いてのアイテムは結婚指輪です。自分は最初結婚しようと思ってなかったので、それで、いい人ができて、もうこの人は早く捕まえないともう逃げちゃうだろうなと思ったのでしました。はい格闘技やりながらサポートしてもらうとか、なんかその人もこう犠牲になっちゃうじゃないですか。だからなんかあんまりそういう風にはしたくないなと思って、一人で生きていった方がいいだろうなと思ってましたね。やっぱりその一緒にいて楽しかったりとか、息が合ったことが一番かなと思いますね。自分の人生も捧げるよとすごい言ってくれたので、そういう覚悟だったりとかがすごい伝わったし、自分もサポートしてもらえるなと思ったので、結婚に至りましたね。でも自分は意外といろいろしてますね、奥さんに対して。いろいろそうですね。何やってるっけ精神的にも助けてるかな。そうなんですよ。なんかすごいメンタルが弱いんで、自分はもうすごいプラスすぎるんですけど、支え合ってますね。本当に自分に足りないものを彼女が持ってて、彼女がないものを自分持ってるんで、いいコンビかなと自分で思ってますね。なんか名前書いてありますよね。ね、2人ね書いてあるよね。はい、書いてあります。なんかあれだよね。なんだっけ。いい日だったんだよね。最初なんだっけ。仏滅かなんか良くない時だったんだよね。いやそれないでしょっていう風に言っていい日に変えたんですよね。で2月3日になったんですよ。自分の10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。いつも自分がね持ってるものですので、自分にとってはあまり特別感はなかったです。はいまたねー。